皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。ここから第8章数値計算法に入ります。その1回目は最も基本的なデータ解析法である線形最小事情法についてお話しします。数式モデルは通常微分方程式の形で表されます。本式の解はたまに数式を操作して導かれますが、ほとんどの場合、コンピューターを使って数値的に解かれます。前者により得られる解を解析解、後者の解を数値解と言います。また、コンピューターにより計算を行うことを数値計算と言います。1970年代に入り、日本の多くの大学では大型コンピューターを設置した計算機センターが作られました。私は高校1年の時からフォートランによる数値計算プログラミングを習っていましたので、大学に入った時には自分で一通りの数値計算を行うことができました。しかし、計算機センターでは計算時間に応じて使用料を支払う必要があったため、研究室に所属するまでは全く利用することができませんでした。1985年頃から個人でパーソナルコンピューターを所有できる時代が到来しました。また、パソコン用のベーシックや C 言語が開発され、これにより机の上で数値計算を行うことが可能になりました。当時のコンピューターの計算速度は遅く、また記憶容量も少なかったのですが、計算費用がいらず、実験を行う傍らで条件をいろいろと変えて計算を行うことができたので、私にとってパソコンは研究を推進する上で強力なツールとなりました。最小事情法とは、実験データによく適合する式を作成するにあたり、その計算値と実験データの差の2乗の合計が最も小さくなるように式中のパラメータを決定する方法です。この中で直線の式を使用し、その計算値と実験データの差の2乗の合計が最も小さくなるように式中の2個または1個のパラメータを決定する方法を線形最小2乗法と言います。最小2乗法は実験データが得られたとき、その変化に適合するようにモデル式中のパラメータを決定するときによく使われます。簡単な例は、化学物質の濃度を測定する際に作成する検量線です。濃度が異なる溶液を作り、これを測定機器などにかけて指示値を得ます。そして横軸に指示値を、縦軸に濃度を取りデータをプロットします。次にデータに対して計算線が最も適合するように式中のパラメータ、すなわち実験乗数を決定します。一旦実験式を決定すると、濃度の未知な溶液を測定機器にかけて得られる指示値を検量線に代入して計算することにより、溶液中の化学物質の濃度がわかります。検量線で一般に使用されるのは直線の式です。これは化学物質濃度と機器などの指示値の関係が直線となることが多いからです。図のように横軸座標の測定値の増加とともに濃度は直線的に変化しています。データにばらつきがあるのは測定誤差などによります。今、直線の式 y=ax プラス b を適用し、その計算線が最も実験データに適合するように式中のパラメータ a、b を決めて検量線を作成します。ここで方法の原理をしっかりと頭に叩き込むことが大切です。そうすれば様々な状況へと応用ができるようになります。最小2乗法の原理を分かりやすく説明するため、今回は最も簡単な式 y=ax について考えます。本式にはパラメータが1つしか含まれないので、
原理をすぐに理解できると思います。ずっと前の電卓では y イコール ax プラス b に対する計算だけが可能であり、y イコール ax に対する計算はできませんでした。時々 b イコール0の実験式を得たいことがありましたが、このような電卓では常に0でない切片値がついてきました。この問題の解決は最小2乗法の原理を理解していれば簡単でした。自分で式を導き、加減乗除ができる電卓を使えば簡単に式を得ることができるのです。研究を行っているとき、これと同じようなことに遭遇します。基礎原理を理解していれば自分で問題を解決できるようになります。よって、ここで皆さんは最小2乗法の計算原理を理解するのだという強い気持ちを持ち、何も見ないで関係式を導くことができるようになりましょう。それでは始めます。図に示すように、縦軸を y、横軸を x とする座標上に個数 n 個のデータがプロットされています。各データには x の値が小さいものから順番に1から n までの番号が付けられています。よって各データの座標は x1,y1、x2,y2 などとなります。今、i 番目のデータ xi,yi について考えましょう。実測値に対して適合させる式は1式で表した y イコール ax です。この時、データ点から式までの y 方向の距離は yi-axi となりますね。今、これと同じように設定した距離をすべてのデータに対して求めて2乗した値の和を S で表します。すなわち、2式のように与えます。ここで2乗したのは yi-axi の値がデータが直線よりも上側にあるとき正、下側にあるとき負の値を用い、これらの和を取ると正と負の値が打ち消し合うからです。2乗をすることによりデータから直線までの距離の大きさを代表する値となります。最小2乗法では、この2乗和を最小にする1式中の a の値を求めます。高校の時の最大値、最小値を求める問題を思い出してください。2式中の s を a で微分した値を0と置き、この式を a について解けば、目的の条件を満たす a の値を得ることができますね。そこで2式を a で微分し、3式を得ます。これは4式のように変形できます。これを a について解くと5式を得ます。よってデータを5式へ適用して a を計算するならば、ばらついたデータに最も適合する図のような計算線を引くことができます。それでは実際にデータを処理してみましょう。この表は y イコール 0.85x の式を使って計算した y の値にプラスマイナス 5% の誤差を与えて作成したデータを示します。各データを xy 座標にプロットすると図のようになります。このデータを前に求めた5式へ適用します。まず xi と yi の積の和を求めると327になります。次に xi の2乗の和は385になります。これらを5式へ適用すると a イコール 0.849 になります。よって求める式は y イコール 0.849x となります。この式を使って計算線を描くと図のようになります。計算線は実測値によく合っていますね。
線形最小2乗法は加減乗除ができる電卓があればどこでも簡単に適用することができます。このためには関係式を何も見ずに導けるようになることが必要です。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画まで。ごきげんよう。